トレイルカム、やっていこな。どんなホラー？ストアには、アパラチア山脈で行方不明事件を解決する野生生物調査員になるって書いてあったで。よくわからないからやって理解しよう。それじゃあ、始めます。いきなり投げ出すタイプか。階段を降りれはしないみたいだ。電話鳴ってるし、建物に入ろな。外は暗いけど中は落ち着く暗さだね。ちょうどええな。こんにちは。地元のフォレストレンジャー、マーティン・スコットです。あなたは獣医検査官でなければなりません。ご存知のように、何人かの人々が失踪したので、本物の専門家から専門家の助けを借りるのは素晴らしいことです。警察は全く助けてくれていません。ちなみにトレイルカムの説明書はタワー内の PC の隣にあります。これらのカメラは野生生物の監視に不可欠であり、そこにあるかもしれない他のものなら何でも、異常な活動がないか定期的にチェックしてください。私たちはあなたを頼りにしています。よくわからん。パソコン見ろって話だし見てから考えよう。これが説明書か。何かあればパソコンに通知が来るから、野生生物がいればその生物のアイコンを押す。生物がいないけどおかしな点があればハテナを押す。何もなければご検知なので×を押す。右は機材自体の説明。一定回数ミスをしたら24時間ブロックされることだけ覚えておけばいい。見てみたけどこれはクマで合ってる？クマはわかるけどその隣のアイコンは何なのかわからんな。マウスオーバー時に名称が出るわけでもないみたいだ。やって覚えるしかないな。仕事の初日としてはリアリティがあるね。で、またパソコンに通知が来るのを待てばいいんだね。待ち時間に周りを見ておこな。飲み物には困らなそうだ。目もある。食べかけだけど食べ物もあるね。謎ボタン。結構いろいろあるな。技術者のメモ。こんにちは。私はこの忌々しいクマの恐怖のデバイスを修理するために最善を尽くしました。正確には何が壊れたのかはわかりませんが、うまくいっているようです。似たようなものです。先にお仕事。説明は後。真ん中のこれが動物に見える。ただの木やな。草が揺れてる方に気を取られるわ。てかテント張ってあるけど人がいるの？レンジャーか？上部にアイコンが出る場所だけをチェックすればいい感じなんだね。毎回全箇所を見る必要がないのは楽でええな。四足歩行の動物がいるのはわかるけどどれだこれ？鳥ではないことだけは確かや。牙がある。あるとしてどれやって話やろ。イノシシでしょ。ほん。正解やったしええわ。他のも実物と見比べればどのアイコンが対応してるのかわかるんだろうね。で、さっき説明途中だったのはこのボタンについてのだよね。充電メカニズムはまだ壊れており自動的に放電します。ただし、オンオフスイッチを使用して手動で充電することはできます。はい、たくさんクリックする必要がありますが十分な電力が得られると緑色のライトが表示されターゲットエリアマーカーもアクティブになります。その領域に足を踏み入れるものは何でも怖がらせるべきです。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、正直なところ新しいものを購入することをお勧めします。喜んで。暗いよりは絶対いいことは確かや。クマ撃退よって考えたら目が死ぬくらいでちょうどいいしね。せやな。ヤンシー郡警察署より電話の人宛ての手紙。この書簡はアパラチア山脈での最近の失踪事件の調査に関するものです。私たちのチームはいくつかの場所で血痕と逃走の兆候を発見しましたが、遺体は発見されていません。大型動物が関与している可能性はありますが、他の原因を除外することはできません。これ本当にわからないんだけどどこにいるの？以外なら×押せばええやろ。待ってれば画面外から入ってくるとかないよね。というかほぼ見えんからしゃあないとも思うで。初日のミスは上司の責任だし気楽に行くか？アップロードができたなら正解だぞ。人員とリソースが限られているため、さらなる調査から一歩引かなければなりません。裁判所の命令により、野生生物に責任があるかどうかを判断するために獣医の専門家を雇うことが義務付けられています。また専門家はオフィスのコンピューターにすでにインストールされているソフトウェアを使用して、疑わしい発見を文書化し、アップロードする必要があります。お早めに専門医の手配をお願いいたします。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。よろしくお願いします。仕事の内容がよくわかったな。失踪事件の原因探しのためにカメラセットしたから何かあったら報告しろってことだよね。さっきからやってることを繰り返してれば OK ってことやな。ちょくちょく気にかけてくれる上司の鏡。報告書を見たよ。いい仕事だ。正確だね。小動物が時々目立たない場所に隠れていることがあるから、アドバイスとしてしっかり見続けてね。そして何か見つけたけど何なのかわからなかったり、怪しいと感じたら、ハテナボタンを押して、何もなければただの誤報かもしれないからそのように報告していいよ。X。さて、お任せします。
私が見る限り穏やかな夜なので、昼寝をしたい場合でも心配はいりません。何かあった場合に備えて耳を澄ましておいてください。仕事の説明を小分けにして教えてくるなら、説明書いらんかったやろ。マニュアルは仕事で一番重要なアイテムなんだよな。さて、仕事だ。通知のペースはゆっくりめやな。左下にカラスだね。モノクロなだけでカラスかはわからんやろ。ホラゲーの鳥はカラス以外にありえないよ。否定できない。耳を澄ませておけば昼寝も OK みたいに言ってたし寝れるのかな。いや無理。小粋なジョークやったんかな。冗談ならそう言ってくれないと新人は信じちゃうんだよな。1分何もないの退屈やったな。暇な夜勤のリアルだね。耳が長いからウサギ。アイコンもわかりやすいな。部屋の外も見てみるか。仕事放棄して逃げるエンドはなしね。最近のホラーでめちゃくちゃよく見る建物と森なことに今気づいたわ。今ここでやることは何もありません。今ね、後で何かあるんやな。入ってすぐのところにヒューズ置いてあったから停電するんだろうね。さあ、熊よけチャージタイムだ。仕事タイムや。激雨。カメラが大丈夫でも動物は雨宿りしてていないんやないかな。いや真ん中にいるね。これまたわからん動物やん。 M 字開脚して股間いじってる人間に見える。そうかい。人型のアイコンはないから当て直せばええんやないですかね。合ってたっぽい。世も末やろ。実際何だったのか教えてくれマジで。あの生物に対してのご連絡。怪しかった。ただのクマか何かだったんじゃないかな。当の夜があなたの頭を混乱させ始めていますね。まあ結論を急ぐのはやめてください。そしてお望みであれば休憩を取ることもでき、本当に穏やかな夜であることもお忘れなく。ストレスなし。見つけたやつが何かわからなかったらハテナをせって言ってたのに怒られちゃった。嫌な上司やな。いや普通の上司だよ。うちはもう一生働かないって決めたで。何これすっごい。神秘的やな。四足歩行で角生えてるアイコン2つあるんだけどどっちだろ。平たく生えてるから左から2番目のやろな。みたいだね。合ってた場合でも名前を知りたいから教えてほしいね。気になるなら自分で調べよな。調べるほどは気になってないんだよ。はい難問。左やと思う。多分象とかキリンにしてほしい気持ちが出てきちゃった。尻尾見せてくれるアイコンと比べやすいんやけどな。まあ痩せてるし右かな。野生にしちゃ超えとるやろ。ほら右で正解だったね。わからん。おやっとか。毎回30秒から1分ちょい待ってるで。これはクマ。こういう映像が見られるのは楽しい仕事やな。作業量も少ないからお給料によってはやりたいね。さて待とか。待ち時間に孤独を感じるからこその怖さもあると思うよ。続々系ホラーの醍醐味やな。まあその醍醐味はカットされとると思うが、定価580円やから味わいたければ買うとええで。何が、誰が、失踪を引き起こしているのか。髪跡、争った形跡。なぜ結婚だけで死体がないんだ。死体がないのに髪跡はあるんか。周りの木とかにでしょ。死体がないのは食べたからって考えたら野生動物が犯人説濃厚やな。骨が残るよね。骨まで食べたんやろ。お魚感覚かな。何もいなかったりウサギの雨宿りを見たりしたけどホラー展開はまだか。いないね。ご検知の判断が一番むずいな。恐竜？どんな場所なんやここ。叫び声、外で何が起こっているのか確認した方がいいかな。やっとホラー展開が始まったな。オリレンガ？外で確認ってだけなら高い場所から見た方がええしな。暗くてよく見えないと思うけどな。ライト照ってる？ぐるぐるしとるな。 SOS のサインでもなさそうだけどなんだろう。テント張ってるやつが襲われでもしたか。パソコンから確認できるかな。あ、失踪事件の被害者プラスか。野生動物に襲われただけやろ。とりあえず異常ありとしてハテナ報告しとくね。ああそうなるんか。正解なんか。でもハテナ報告はまた電話で苦言を呈されそうで嫌だね。失踪事件と関係ありそうな異常やし褒められるやろ。ほい来た。こっちは割と暇やけど向こうも暇なんか。そして暗い森の中でおそらく半死半生の恐怖に陥った不法侵入者を報告しましたね。
ははは、懐中電灯ってそんなに怪しくないですよね。でもね、それが君の仕事だから僕はそれを尊敬するよ。叫び声か方向か何も聞こえませんでした。おそらくただのクマでこの侵入者が眠りを邪魔したことに苛立っているのだろう。ご心配なく。懐中電灯を報告したことを煽られとるやんけ。何が怪しくて何が怪しくないのかよくわからないね。はいカラス。何もいない。ここを登った先がこの部屋やろうから何書いても怖いわ。熊よけはあっても攻撃アイテムがないもんね。はいはい。ボタン押す以外に待ち時間にやることないんか？ないよ。ノイズオン大きかったけど何？別にアイコン出てないから何でもないか。古そうな機材やしそういうこともあるんやろな。ここ？靴あるやんけ。誰のだろう？さっきのライトの持ち主とかか？ライトの持ち主を襲ったやつが近づいてきてるとか？熊よけチャージしとこな。正直ハテナで報告してまた電話来る方が嫌だね。煽り風区民を呈されるもんな。確認が早すぎる。作業スピードが優秀なのはいいことだよ。聞こえない干渉だって。雨風が強いから不具合でもあるんかな。電話線が悪くても直す技術もアイテムもないからスルーしとこう。はい難問。さっきよりも太ってるから左や。前との違いから判断できるけど結構難しいよね。簡単な仕事なんてないって聞くで。あるけどつけないってだけだと思うよ。待ってた。もうこれボタン押す仕事やろってくらい押してたで。はいカラス。ほらボタン押そな。カラスでも飛んできた。声が近かったな。一応見て回ろう。ヒューズぶっ壊されるんかもな。カラスの知能ならありえる。でもそういう嫌がらせされる言われはないね。これで死ぬカラスを高校でよく見た。これ死んだんか？懐かしい気持ちになったよ。こんなんでノスタルジー感じてたまるか。弔ったりはできないみたいだ。仕事。カラスが窓に突撃してくるのってそこまで気にならんことなんか？ちょっと気になったんだけど、何回かミスをしたらダメって話はミスをした場合にどうなっちゃうの？間違えてもまたアイコンを選び直すことができるが、6回間違えるとそれ以降パソコンを調べられず、電話がかかってきて、本当にベテランの専門家か疑われて家に帰れと言われるぞ。ほ手厳しい。電話が終わったらタイトル画面行きだ。ゲームが落ちないのは優秀なゲームだね。5回まではミスできるって考えたら割と気楽に働けるな。これお初じゃない？鹿なのかトナカイなのかわからん。お尻がセクシーなのが鹿でワイルドなのがトナカイって聞いたことがある。そいつとは縁を切っとけ。カラスから何か回収できたりは本当にないよね。羽でもむしり取りたいんか？いや貴金属持ってきてくれてたりしないかなーって。まあ持ってこられても使い道わからないしないよね。雨吹き込んできてる。ドア閉められないから困ったな。閉められないの割と謎だよね。いいよ雷だ。予想通り停電したな。早急に直せ。これパソコン落ちちゃってるけど大丈夫なのかな？レンジャーも把握してくれとるやろ多分。わかりました。今ここでやることはありません。電気ついた？なんかいる？何かいたよね？侵入されたか？降りて行かれた方が追いかけられないから怖いけど、パソコンが仕事しろって音を出してるから仕事するね。社会人はどんな時でも仕事優先するようになってるんか？近場か。でも何もないみたいだ。下に映ってないならさっきのやつやっぱ侵入してるんやないか？この部屋に隠れられる場所も死角もないから入られてたらわかるよ。黒い人。さっきのやつか？人って言っちゃったけどクマかもしれない。この流れでクマはないやろ。この建物がどの辺りの誰のものなのかわからないから怖くはないね。森の中ではあるやろうけどな。ねえ、電源が切れたの？雷が塔を大きく打つ音が聞こえる。大丈夫ですか？優しいやん。
もし私があなただったら何も触らずただ夜と呼ぶでしょう。しかし私はあなたに何をすべきかを教えるのですか？つまり誰も何かを見つけられなかったのになぜあなたが見つけなければならないのですか？致命的にわからん。何かの歌詞みたいに見える文章だったね。その感じ方もわからん。はい難問。太ってるから左や。はよ選べ。顔かお尻が見たい。獣あしてやめろ。そういうつもりはないよ。はよ左の。名前はわからんけど選べ。いや、チラチラ牙が見えたからどっちでもなくてイノシシ。ずっと思ってたけどイノシシに牙あるか？さっきの人型のやつがカメラを隠してる。これカメラはわかるように置かれてるんかな。隠しカメラなら位置バレてるのおかしいよな。動物撮影用なら隠されてない定点カメラじゃない？失踪事件の調査用なら隠してるんやないかなと。確かに。左下にいるけどお尻しか見えない。さすがにわからんな。お、角がフレームインしてくれた。正直暗さには目が慣れたけど動物の判別がなかなかに難しいな。誰かおったで。テント内に何かあるんだろうけど何なのかがわからない。白いのは靴か？小さく上下に動いてるけど何してるんだろう。まあわからんときはハテナや。気が進まないな。爆速の電話や。もう現地に来てくれないかな。まああなたはいいことをしています。うますぎる。ははは。書類がたくさん作れてきました。でも心配しないで。いずれにせよ夜はもうすぐ終わります。私は考えがあると思います。ちょっとお話しします。何かわかったんかな？パソコンの音がしてるから仕事したいんだけど。はあ、通話終わったんやが。うますぎるって褒めてくれたの嬉しかったよね。ちょっとお話ししてくれんのかいって気持ちしかないで。カラスだね。また突っ込んできてももうビビらんわな。ほいさー。待ち時間にボタンを押すことすらやめたんか。そりゃそうでしょ。後ろ見ろって書かれてる？もっと生首に動じろ。野生動物ではないからハテナだよね。もっと生首に動じろ。見ろって言われなくても電話来るだろうし振り向いちゃうよね。いや、クマだ。クマか武器使ってたまるか。ここまで30分以上かかってるんやけどやり直しなんか？セーブはないからな。レンジャーからの連絡ごとにセーブする機能を何とぞ。やることが一切変化してないのはむしろ助かった。ランダムじゃないから動物の見分けがつかなくてもいつかはクリアできるいい配慮だね。いや、やり直しが作業になるから各チェックの待ち時間クソ暇やったぞ。まあまあ。で、最後にクマに襲われたわけだけどさ。どう見ても人間やぞ。クマよけ使うんだろうなーって。マックスまでチャージすると20秒間はターゲットマーカーが残るのを確認したからさ。最後のチェックの前に準備してから迅速にハテナボタンを押せばいいんだと思う。そんだけ押してでもうマックスやろ。それじゃやっていく。はい頑張った。20秒は経ってないから大丈夫なはずや。警報に紛れるセルフレジの音好き。ターゲットマーカーの解除音やで。いいカメラワークだ。これ死んだんか？こっちも一回死んでるから問題ないね。クマ撃退装置が作動していて本当に良かった。あれはクマではないけど装置の威力が強いから撃退できたってことよな。クマだから撃撃したんでしょ。かぶり物してたらその動物として扱う世界観なんか？着ぐるみを見て人間じゃんっていうのは無粋でしょって話。そういう話か？それは MP3 プレイヤーに接続されたメガホンです。ディスプレイにはモンスターとハロウィンの音集ボリューム3が表示されます。何か USB デバイスのようです。PC で確認する必要があります。ハロウィン音楽とメガホンってただ驚かせたかっただけの可能性あるか？
サプライズ系の事故は何が起きても仕掛けた側の責任だよ。というかバッドエンド時に刺されてるからサプライズしようとした説はないと思うよ。まあそうやな。ハテナで報告したのに電話がかかってこないことの方が気になる点ではある。あのクマ人間レンジャーだった説か。わからないけど異常を報告した時に圧かけてたのかなって。変な雰囲気の会話やとは思ってたけど、真実はわからんな。で USB をパソコンに使いたいんだけどどうすればいいのかがわからぬ。パソコン画面の右上を押すだけだぞ。ほう。なーにこれ。今までの被害者か。失踪事件としては見つかったから解決だね。場所がわからんけどな。ハテナで報告と。それと犯人もわかってないやろこれ。クマでしょ。まあクマか。お、仕事完了した感じです。終わりだね。続々系としてよかったな。やり直し時が冗長に感じたこと以外は両ゲーだったよ。直前の電話から復帰できてたら神ゲー認定してたくらいだ。シンプルな操作と見やすい明るさは本当に良かったで。一応だけど多言語対応も嬉しいところだったよ。それじゃ今回はここまで。次も何か良さげなホラー持ってくるからな。期待して待ってるね。それじゃおやすみなさい。またな。